当日パンフレットという形でこちらお渡しさせていただいているんですけど、中を開いていただくとですね、今回巡るスポットの以外も含まれているんですけど、巡るスポットのものも書いてあって、あと地図書いてあります。で、今の場所がリガネッセという場所なんですが、スタートと書いている場所になります。で、目の前にあるこの道がですね、この地図でいうとこの灰色の道になります。なのでこういう向きに今向いていること、こっちです。そうです。この前の道がこの灰色の道です。はい。で、今回この荒川とか、芝という集落を巡っていくんですけど、その中でもその過去とその現在がちょっと重なるような場所をピックアップしてご案内させていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。本日はお越しいただきありがとうございます。私がガイドを務めます。アテンドが私と皆さんをつなぐよりしろとなります。これから音声を通して場所の案内をします。このスタート地点を中心にいくつかの場所を巡ります。ご不明点があればスタッフにお伺いください。目的地への間はこの音声からも周囲の音が聞こえます。次のガイドは目的地に到着すると始まります。はい、では早速参りましょう。目の前に道路標識で荒川と書かれているかと思うんですけど、ここはですね、豊岡市の日高町の荒川という場所になります。では最初のスポット、左に並んでいます。ここは厳島神社と言います。ここには荒川清水の水源があります。地村の内の厳島神社と南側には荒川清水の水源があります。そこもそのバイカモっていうのが、そこも一面にね、食の話になりますけど、昔は非常に食べ物というのに野山にあるものが、主体になるということで、その今の水の中に生えてるバイカモなんかをあえてね、それをちょうどこう豆腐と一緒にあえたもんで、でこちらが今度は芝という集落に入りました。日高町の芝という場所です。それはわしらが戦争で満州に行っておったんですけど、その時分に母親が行けてるか帰ってくるんだろうかっていうようなことはやっぱり3カ所ほど拝んでますって見てますってるわ。そういう昔の人はそんなものは女だかなんだか分からないことを言うのだねなんだ。でそういうことするのはやっぱりそういう一種のお祓いを拝み事をする人のそういう一種の神主みたいな人がおって仏さんには簡単に。目の前の石碑を見てください。この石には三階万霊塔と書かれています。墓地には三階万霊と書かれた石碑や位牌が祀られています。これは三つの世界、すべての生霊に対して供養することの大切さを示すものです。三階とは過去、現在、未来のことで、三階を流転する様々な霊を供養するために建てられたものです。
夏場15の清水だけにホタルがずっとああ、15の清水棚、15の集落の方から。清水がずっとここに流れてきて、この水田になってあ、中国からの水なんですね、これ。あ、そうなんです。湧き出ますでな、15が。あ、そうですか。清水の神様とったら湧き出る。うん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 。それがここまで脈々と。どのように滝の下の方。足元気をつけて。そんなに植物高くないんですけど、ちょっとぬるいところがありますので。ここには2つの滝があります。大滝目滝と呼ばれています。稲葉川の水流がこの付近で最も荒くなることから、この地は荒川と呼ばれるようになりました。疑問なんですけど、食べ方、多分昔ながらだと思うので、あれなんですけど、ちょっと歯で割ってもらって食べてもらいたいんです。大丈夫そうですか？大丈夫。この観音菩薩は、小森堂と呼ばれるお堂に安置されています。高さは5尺余りと伝えられています。以前は稲葉川の上流にあったものが、寺が荒廃した末に、年月不詳の洪水に川の濁流に揉まれて、この地に当時はまあ、小作部がほとんどですよね。米俵ね、4トン袋、4トンの俵ですよな。あれを芝の谷をさあたりは。金なんかなんか何日と金入れて税金が払うわけねえの。その時で税金が払うわけねえの。人間でも食わんと払いだけ生活はできる。これはもう昔のことをずっともう想像も
かったな。そうです。あとそれってお腹空いちゃう時とかってみんなどうしてたんですか？お腹空いてしょうがない時っていうのは。昔のものはね、労働がもう畑やってもやばい。